こんにちは、こんばんは。はるきです。今回はトロフィータイタンチーム1の最新版のテアリストになります。本日からですね、新イベントのトロフィータイタンが、開始をされました。アイコンだったりヒーローの、強化版のイベントになっていて、自分がね、まずはやっぱり思ったのはね、もちろん強いっていうのはそうなんですけど、ダイナミックイメージ、カードのこう写真っていうのが、みんなね、こうトロフィーを掲げたりとか、トロフィーを持ってるっていう風な選手が多くて、非常にやっぱかっこよさっていうのが、あるなっていう風に感じました。その中でね、やっぱりこう強さっていうのある選手がほとんどなので、今回もテアリストに、まとめました。じゃあそれでは早速紹介をしていきたいなという風に思います。こちらが新イベントトロフィータイタン、今回チーム1ですね。チーム1のテアリストになります。D は、誰もいないという風なことになっていて、C ですね。C はデルピエロなんですけど、デルピエロのジュニアの、バージョンです。2バージョンあるような選手が、中にはいるんで、今回ほんと全員含めて、テアリストに、まとめてはいます。ジュニアのバージョンで総合値88という風なことで、プライムだったりとか、他のこう強化バージョンのアイコンのデルピエロだけじゃなくて、そのプライムだったりミッドだったりとかよりも、ちょっとこう弱めの、能力の、設定にはなってるかなという風に、感じます。で、デルピエロの場合はね、もともとプライムでは、92なんですけど、逆足がもともとね、5だったんですよね。ですけど、この、ジュニアの場合は、4に下げられてます。44になってるっていう風な、ことになります。で、あとは役割しか変わらずミリミリでは、あるので、基本的にね、総合値も低いっていう風なことで、個人的にそうですね、そこまで強さっていうのはあんまりない。現環境でいくとやっぱ変わりは、いてしまうのかなっていう風なところで、やっぱデルピエロの、その個人的に微妙なところ、自分が思う微妙なところはやっぱバランスの部分なので、バランス値が低いんですよね。で、そこもあまり強化はされてないので、そういう風なところも、ちょっとこう C にいる、こう要因になってるかなっていう風には思います。で、フィジカルも強くはなかったりするので、なんかね、若干こうデルピって使いづらさがあるんですけど、じゃあかといってその分フィジカルが強いとかっていうようなことにはならないので、やっぱなんか、そうですね、こうゲーム的にはなんか毎作ちょっと使われないような選手、ロマンがあったりかっこよさっていうのはね、もちろんあるんですけど、どうしてもなんかメタっていう風な感じにはなってないので、そういう風な節が、このデルピエロのこうジュニアのバージョンは、あるかなっていう風には、感じますね。で、そして C と B の間にいるのが、クローゼですね、クローゼ。クローゼに関してはね、逆足が5にアップグレードされてますし、身長に関しても、高くて、ある程度あって、ジャンプ力も高いので、こう空中戦に関してはサイドバックと競れれば普通に勝てるような力は持ってます。空中戦を使わないと、ちょっとこの人の良さっていうのは半減してしまうかなっていう風に思います。パスもうまくはないので、結構こうビルドアップでミスったりすることっていうのは、全然あり得るかなっていう風に思いますね。身長がね、少し大きめではあるんですけど、ボディタイプリーンっていう風なことで、そんなに思ったよりは、重くはないかもしれないんですけど、軽さは絶対ないですね。なんでだからこそやっぱ空中戦だってロングボールの部分で、強さを発揮できるようなこうプレーをしないとちょっとこう難しくはなってしまうのかなっていう風に思います。これまでのねクローゼよりかは、非常にこう使われるような選手、全然使えるレベルの選手にはなったかなという風には感じるんですけど、個人的には B までにはいかないかなという風な、ところですね。で、そして B ですね。B はフェルナンド・トーレス。こちらもジュニアのバージョンです。そしてヒーローですね。ヒーローのリュングベリー。そしてドノバン。そしてアイコン。こちらもジュニアです。ベルカンプのジュニア。目標でゲット、することできます。で、そしてキーパーですね。カシージャス。この5名入れました。ジュニアのフェルナンド・トーレスに関してはですね、やはりこう、この人も能力的にはね、弱さっていうのはどうしても、あります。で、かつ、そうですね、こう、44っていう風なことも、特に変わってはないので、もともとフェルナンド・トーレスから変わってはないので、
まあそこも若干やっぱ物足りなさっていうのは出てきてしまうかなっていう風な、ところですね。やっぱ今ってはね、やっぱバースデーのカードとかがいっぱいいる中で、どっちも5っていう選手はね、まあ少ないかもしれないですけど、どっちか5の選手っていうのはどうしてもいっぱい出てきてはいるので、まあそういったところで、まあ、デルピと、まあ、同じですけど、44っていうのはちょっと、まあ欲しいなっていうのはありますね。で、その中で、まあ、この人も、まあ、クローゼと同様にね、パスもあまりうまくはないので、まあ、普通にパスミスしてしまうっていう風な時は、あるかなっていう風に感じますね。で、あとはドリブルもね、この人、重いというか、ちょっとこう、扱いにくいような選手にはなるので、まあ、ほんとこう、使い方としてはやっぱ裏抜け、っていう風な感じになるかなっていう風に思います。まあ、ですけど爆速みたいな感じでもないので、ちょっとこう中途半端感はあるかもしれないですね。能力的にはね、それなりにこうリアクションだったりとか結構高くて、まあ悪くはないんですけど、まあ若干そうですね、ギリ B に入ったかなっていうぐらいの、選手で、まあちょっとジュニアだなっていう風に、思いますね。うん。で、そして、リュングベリーですね。リュングベリー。まあ、リュングベリーはね、個人的にこのイベントが始まる前には、やっぱ逆足豪華、スキル豪華っていう風にしてほしいなっていう風に、思ってました。まあ、ですけど変わらずっていう風なことで、まあ、そこまでこの人も、悪くはないんですけどね。ほんと B なので悪くはないんですけど、そこまで特段強くもないかなっていう風に、思いますね。能力の上がり幅も少し微妙で、まあ、ワールドカップヒーローのリュングベリーからそんなにはめっちゃ上がってるっていう風なわけでもないので、まあスピードが速く、まあ少し速くなって、シュートもまあ少し入るように、なってっていう風なところで、ドリブルはね、まあ軽さっていうのは、あるんですけど、まあそれでもこうフィジカルがそんなには強くはなかったり、しますし、まあ、スピードで置いていけなかったら、まあ、なかなか難しいかなという風なところですね。あとは冷静さも82と、少し低いので、まあ、そこもちょっと気にはなる部分では、ありますね。まあ、値段的にも安いので、まあ、コスパでサイドっていう風なところでいくとおすすめにはなるかもしれないですけど、まあ、特段、まあ、めちゃくちゃ強いかって言われると、まあ、個人的にはそこまでかなという風に感じます。で、そして、ドノバンですね、ドノバン。まあ、ドノバンもね、逆足スキル特に変わらずっていう風なとこで、まあ、この新イベントの選手としては、ちょっと物足りなさっていうのは、まあ、あるなという風に感じますね。決定力の部分だったりとかは、非常に素晴らしいかなっていう風には思うんですけど、まあ、それでもこの人も、まあ、裏抜けだったりとかを、しながら、まあ、悪くはないけどっていう風な選手にはなるかなっていう風に思います。まあ、これまで紹介をしてきたね、トーレスだったりとか、クローゼ、よりかはパスは、うまいので、こう、なんかこう、特にこう、目に見えた邪魔さというか、穴にはならないかなっていう風には思うんですけど、まあそうですね、こう理不尽さ感じるか、ST の選手としてこう特段理不尽さを感じるかって言われるとちょっと難しいかなっていう風に思います。使える方は全然いるとは思いますし、ドノバンが合ってるっていう人は、まあ自分ワールドカップのドノバン使った時に、全然普通に強いなっていう風には思ったんで、まあ使える方、使いこなせる方は、おられると思うんですけど、まあ自分的にはやっぱ永遠にはいかないかなっていう風には、感じます。で、そして、ベルカンプジュニアですね。目標でゲットが、できるような選手にはなります。まあ、この選手に関してはね、まあ、無料でゲットできるっていう風なことにはなるので、まあ、非常に無料で、総合値93の選手がゲットできるっていうのはでかいですね。で、かつ、まあ、普通に強さっていうのはあるとは思うんですけど、もともとね、ベルカンプは、そんなにドリブルもね、軽いような選手ではないので、ちょっとこうドリブルの重たさみたいなのは感じるかもしれないです。まあ、キャムの選手としてパスだったりとか、うまいので、そこは非常にいいポイントかなっていう風には思うんですけど、なかなかこう密集地帯でこねれるような選手ではないかなっていう風に感じます。シュートに関しても結構うまいんですけど、まあ、ST とかで使うのがもしかしたらいいかもしれないですね。けど囲まれちゃうとね、意外と重たさあるので、まあ、ちょっと難しい場面も出てきてしまうかもしれないっていう風な感じですね。まあ、ペースがもうちょっとあれば、良かったかなっていう風には思うんですけど、
まあ個人的にはそうですね、役割意識ミリミリっていう風な部分もちょっとは、なんか気にはなるかなっていう風にも感じるので、まあそうですね、この人も B かな。まあ、てか A にはいかないからこそ B なのかなっていう風に感じます。で、そしてキーパーカシージャスですね、カシージャス。まあ、カシージャスに関しては、まあ、前作強かったっていう風な、印象が、まあ、個人的にはありますし、まあ、悪くはない、特段悪くはなかったなっていう風に思います。身長180センチ台なんですけど、まあ、個人的には、そうですね、そんなになんか思った以上に悪くはなかったなっていう風に、感じます。まあ、キーパーなんで結構本当に試合に酔ったりとか、するので、まあそこは難しいかなっていう風には思うんですけど、まあそれでも身長が大きい方が、自分は強いなっていう風には感じるので、まあその中で、まあ他の長身のキーパー、まあクルトワだったり、例えばサールだったりとかよりかはそんなに強くはないかなっていう風なところで、まあ本当にまあ B ぐらいかなっていう風にも感じます。上がっても A、クラスのまあ、キーパーにはなるかなっていう風に、感じます。まあ、キーパーは本当に、本当その時々の挙動だったりとかにもよるので、まあ、ちょっと難しいっていう風な、部分で、まあ、毎回、B にはしてるという風な形です。で、そして A ですね。A は、フェルナントーレス、そして、ラーム、そして右で同じくラームですね。ラームのジュニアです。で、そして、キーン SBC で来ましたロイ・キーンです。そしてエッシェン、そしてロベルト・カルロス、そしてベルカンプという風な選手たちですね。まあ A クラスになってくると、まあ A ランクぐらいになってくると、まあ非常にやっぱり強さが感じられるような、選手たちが多いかなという風に思います。まあトーレスに関してはジュニアの頃と比べてですね、やはり非常に能力的には強くなってますし、逆足が5に変更をされてます。こちらのトーレスは逆足が5に変更されていて、まあ値段的にもですね、こう100万以上の150とか、以上のまあ差があるという風なことで、やはり非常にこのトーレスっていうのは強さが感じられるかなという風に感じます。で、ドリブル自体はそれこそまあトーレス自体まあもともとねそんなに軽いような選手ではないので、重さっていうのは時々に感じることはあるかもしれないんですけど、こう裏抜けだったりとかの時のこう理不尽さ、フィジカルの強さだったりとかっていうのはやっぱ感じれるかなっていう風に思います。で、パスに関してもうまくは、なってるので、まあ比較的こうパスをつなぎながら自分も出ていってそこで仕留めるっていう風なプレーが、できるかなっていう風に思います。で、決定力に関しては非常に高いですね。決定力97っていう風なことで、冷静さもね93あるので、まあそこのこう ST としての決めきる力、もちろん逆足5にもなっているので、まあ両足で素晴らしいシュートっていうのは決めてくれるかなっていう風に思います。まあ基本的にやっぱりトーレスの強さっていうのは、まあスキルがなかったりとかはするので、こう裏抜け、まあ、早めにはたいて次もう一回もらって、周りとコンビネーションしながら、まあ、時にはこう裏抜け1本とかっていう風な、ところが、まあ非常にやっぱトーレスの強みかなっていう風に思うので、まあそういう風な裏抜けができるようなスピードも十分に持ち合わせてますし、相手を置き去りにできるようなペースっていうのも、まあ、あるので、まあ非常にこの人に関してやっぱり強さは、感じられるような選手で、まあ強さとも、まあロマンさもねやっぱりあると思います。かっこよさっていうのもあると思いますし、それがやっぱ兼ね備わったカードにはなるかなというふうに感じます。で、そしてラームですね。まあラームに関してはね、まあ2バージョンというか、まあ93のラームと92のラーム、能力的にはもちろん変わってはいますし、92の、まあ、ジュニアのバージョンと、まあ普通のタイタンの、ラームは、まあ、プラス2とか各能力違ったりはするんですけど、ランクを分けるほどの差っていうのはないかなっていう風に思います。逆を言えば92でも十分強いですし、93でも普通に、まあ、全然強いっていう風な選手にはなります。もちろん総合値高い方が強い、可能性であるんですけど、同じく A ランクかなっていう風に思います。ラームに関してはね、サイドバックっていうのはキャラクターよりかは、やっぱ、CDM かな、ボランチ、2ボランチの一角とか、2CM の一角とかで使うのが一番いいかなっていう風に思います。どうしてもこうサイドバックというかこう守備のキャラクターだと、フィジカルの部分がどうしても気にはなってしまって、それはね、ほんと毎作ラームはそのような感じにはなってるので、やっぱ身長も低くて、ビルドアップとかそういうのを持ち運んでいくようなサイドバックとしては、本当にめちゃくちゃ強いような選手にはなるんですけど、いざね、やっぱこう FIFA っていうのはゲームになった時に、今作、特にこう球際の部分で、強さがあるような選手は強いので、やっぱり、
まあそこでこうどうしてもね球際で負けてしまうっていう風な部分がまあどうしてもあるかなっていう風に思うので、まあサイドバックだったらもうちょっとこういい選手がいるというか、守備に重きを置いた選手が、いいかなっていう風に感じるので、ラームはラームのこう一番得意な部分というか強さが感じられるような CM だったり CDM で、使うのが自分は一番いいかなっていう風に思います。使用感的には毎作カンテに、非常に近かったり、するので、まあそのようなイメージを持って、使ってみるとこう強さっていうのは比較的感じられるんじゃないかなという風に感じます。正直フィジカルだったり以外は完璧なんで、まあ強さは、まあめちゃくちゃあるかなっていう風に思います。で、キーンですね、キーン。まあ SBC で、解けるような選手ではあるんですけど、非常にこの人もね、能力の上がり幅が良くて、総合値的にはプラス3しかされてないんですけど、まあ能力、特にペースがプラス11とか、されていて、まあ中盤の選手としては、まあもちろんもうちょっと早かった方がいいんですけど、まあそんなには、悪くはないかなっていう風に感じます。で、この人のね、やっぱいいところはね、リアクションだったり冷静さがどちらも95あったり、積極性に関しては99あったりとか、非常にやっぱ守備の選手としては、まあめちゃくちゃやっぱり能力値は高いです。守備の能力に関してもインターセプト97だったりとか、タックルの数値97だったりとか、結構ね、ほんとこう守備の選手、守備戦の選手としてはもうめちゃくちゃ頼りになれるような、まあ、選手にはなるかなっていう風に思います。ドリブルはね、身長180センチではあるんですけど、そんなに軽くはないという風に感じます。ドリブルが得意なキャラクターではないので、まあ、ボールを取った後に早めに離す、っていう風なところを心がけると自分的にはいいのかなっていう風に思います。視野も、まあ、視野90でショートパス95っていうのはパス面もね非常にうまいので、まあ、逆足4もありますし、結構個人的にはいいのかなっていう風に思います。まあ、40万ほどで作れるんですけど、まあ、素材が余ってる方はちょっと全然作ってみてもいいのかな。まあ、レンタルもあるので、それで一旦試してみるっていうのも、まあ、非常にこういいかなっていう風には、思いますね。まあ、ちょっとビエラほどね、足の伸びっていうのはないかもしれないんですけど、まあ、全然それぐらいの守備力っていうのは兼ね備えてるっていう風な選手かな。全然 A にいても自分はおかしくはないかなっていう風に感じなので、まあ、SBC の選手ではありますが、ここに入れました。で、そしてエッシェンですね、エッシェン。まあ、エッシェンもね、キーンと同じぐらいマジでいいんですよね。まあ、本当に悩ましい、こう中盤っていうかボランチのね、選手誰選ぶかっていうのが本当にこう多種多様になってて、エッシェンもね、マジでいい。エッシェンはまあ、キーンよりペースはあるんですけど、視野の部分が少し低い79っていう風な感じには、まあ、なってますね。まあですけどこの人も非常にやっぱり、能力高くこう守備戦の選手としては、まあ本当この人も頼りになれるような、選手にはなるかなっていう風に、感じます。この人もまあキーン同様やっぱりドリブルが重たいというか軽くはないような選手、カンテだったりほどの軽さはないので、カンテラームのような軽さはないので、まあそこはちょっとまあ注意するべきところではあるかなという風には思うんですけど、まあ守備面もこの人も高くて、まあ、フィジカルでね、強さを見せることもできますし、まあ、非常にやっぱ素晴らしいかなというふうには感じますね。マジでやっぱ、エッシェンもいいのよね。で、役割意識、まあ、ハイハイっていう風なことも素晴らしいですし、なかなか攻撃に出ていくっていう風になると、まあ、ちょっと難しいかなという風にも思うので、まあ、守備戦の選手として、使って、刈り取って、そしてその後パス出すっていう風な、取って、それこそ、パス1戦、そこからラストパス1戦みたいなのはちょっと難しいです。ラストパス1戦みたいな感じだったらキーンの方が得意かなっていうふうに思うので、まあ先ほど言った視野の部分なんですけど。なんで、まあ、取って、まあすぐに近くに渡してっていう風な、まあエッシェンもそういうような選手にはなるかなという風に感じます。まあ本当素晴らしいかなっていう風に、思いますね。で、そして、ロベルト・カルロスですね。ロベカルですね。まあ、ロベカルに関してはね、スキルが5に変更をされているという風なことで、まあ、いるのかどうかっていう風な感じあるんですけど、もともとね、こうサイドバックとして身長は小さいような選手にはなりますし、まあ、スキルで剥がしやすいタイプではあると思います。ドリブルも軽さあるので、なんで、やっぱスピードもありつつも、そういうスキルが使えるようになったっていうのは、まあちょっと相手を後ろから剥がしていく上で、
ちょっといいかもしれないっていう風な感じですね。で、この人に関してはね、ペースがね、非常に速かったり、しますし、そんなにね、守備面もね、そんなには悪くは、ないので、個人的には、A に入っててもおかしくはないかなっていう風には思うんですけど、迷ったところはね、A にするのか、それこそ B と A の間にするのかっていう風な部分で、下げるか A かっていう風な感じです。S はちょっとないかなっていう風な部分で、この人もね、ラームと同じような形で、どうしても身長だったりとか、フィジカルに関してはそんなに強さがないようなサイドバックにはなってしまうので、攻撃に上がらせるっていう風なサイドバックではあるんですけど、そんなになんか、そうですね、だからラームほど器用ではないかなっていう風に思います。CM とか、ボランチ起用よりかはサイドバックの方がいいのかなっていう風な感じには思ってはいるので、ちょっとね、難しさあるような選手ではあるんですけど、それでもやっぱりスピードが速いですし、空中戦を使われなければ、そんなにラームほどのフィジカルの弱さはないので、なんで、ですけど身長が低かったりはするんですけど、それでも取り切ってくれるような部分は、やっぱりあったりは、するので、そういうようなところでちょっとラームほど器用さはないですけど、地上戦では全然ロベカルの方が若干ではありますけど、取り切れる力ってあったり、するっていう風な部分で、個人的にはA にいてもおかしくないかなという風な感じで A に、しました。若干ね、視野だったりとかが低いので、縦パス、スルーパス、ボーンっていう風なサイドでバーンっていう時には、ちょっとライン割ってしまったり、する場面もあるかとは思うんですけど、非常にやっぱ選手人気も高いですし、使っていてね、この人も、かっこいいというか、あとはフリーキックもね、めちゃくちゃうまいので、そういう風なロベカルっていう風な、選手のブランド、的なとこが非常に高いような選手にはなるので、値段的に高くなるとは思うんですけど、実力的には、そうですね、A かなという風な感じですね。で、そして、ベルカンプですね、ベルカンプ。こちらもジュニアとは違って、総合値が少し高いような、選手にはなってます。この人の場合はね、スキルが5に変更をされているという風なことが、やはり非常にでかいかなという風に感じます。ドリブルのね、コネコネする力っていうのは、どうしてもこのベルカンプになっても、そんなに軽さっていうのはあんまり感じられないような、選手にはなるかとは思うんですけど、それでもね、視野だったり、視野じゃない、敏捷性だったりバランスっていうのはめちゃくちゃ上がってて、7とか6とか、結構総合的に上がってるんですよね、内部の能力で。なんでやっぱそこでドリブルの違和感っていうのがジュニアの時にあっても、このベルカンプだったら使えるっていう風な人は全然いるのかなっていう風に、感じますね。で、パスのうまさはそのままに強化をされて、シュートに関しても結構決めきってくれるようなことが、非常に高いかなっていう風に思います。決定力だったりシュート力も兼ね備えながらですね、冷静さ97っていう非常に素晴らしいですね。なんで、キャムの選手として、本当に素晴らしいと思います。で、ジュニアの時にも言ったんですけど、こっちはスキル5になってるので、全然 ST でもより参るかなっていう風に思います。強さ感じれるかなっていう風に思います。で、フィジカルもあるので、そこで、そんなに悪くはないかなっていう風な、ところ。正直ね、ペースがもうちょっとあればよかったかなっていう風なところです。スピードの速さっていう風な部分はあんまりないと思います。なんで、若干そういう風なところで、ドリブルも、そうですね、めっちゃ軽いってわけではなかったりはするんですけど、ちょっと微妙に感じてしまう、能力以上に微妙に感じてしまうことはあるかもしれないんですけど、それでも使い方をね、ちょっと分かれば、非常にやっぱり脅威になれるような選手かなというふうには、思います。めっちゃペースがあればね、ペースが90とか乗ってれば、よりね、良かったかな、もっとベルカンプが使われるような選手になったかなというふうには思うんですけど、本当に十分に強くなって、高水準の選手、にはなったかなというふうには、自分的には感じますね。シュートの部分がやっぱエグいかな。シュートとパスだったりとかが本当にうまいかなっていうふうには感じますね。で、そして S と A の間にいるのがリオ・ファーディナンドですね。リオ・ファーディナンド。ファーディナンドに関しても非常にやっぱ強さっていうのは出てきた、選手にはなるかなっていうふうに思います。毎作ね、結構リオは強いような選手ではあるんですけど、結構このタイタン、
のファーディナンドも強くなったなっていう風に感じますね。プライムは90なんで、そこから、プラス2されたっていう風なとこで。で、リークの動画でも話はしていたんですけど、ドリブルだったりパスの部分がどれだけ上がってくれるかっていう風なことが、楽しみ、だなっていう風な話をしていて、特にドリブルの部分が結構上がりましたね。プラス5上がりで、特に敏捷性バランスっていうのは、ここの内部の能力に関しては、プラス10とか、されてるので、ここはでかいかなっていう風に思います。ですけど、自分的にはですね、やっぱり、視野もそんなにはないですし、パスも逆足が3なので、逆足で蹴ってしまった時には、ちょっとせっかく取ったのに取られてしまう、っていう風なことは見受けられるかなっていう風に思います。それだけです。それ以外は、ほぼ完璧に近いかなっていう風に思います。積極性もね、89ってちょっと低いかもしれないんですけど、守備能力が非常に高くて、ペースも速いので、個人的にやっぱ気になるところは逆足だったりとか、そこの取った後の、パスの部分だけですかね。ドリブルに関してはね、結構改善されたりとか、してるかなっていう風にも思うので、全然悪くはないような、選手にはなるのかなっていう風に、感じます。これがね、また逆足5とかだったら、強かったかなっていう風には思うんですけど、それでもそうですね、非常に強さがあるような、選手としては出てきて、ちょっとかっこよさもね、この人に関してはダイナミックイメージめっちゃかっこいいなっていう風にちょっと感じたんで、非常にやっぱ強さ、かつこの人もかっこよさ、ロマンさっていうのは兼ね備えてるかなという風に感じます。惜しかったです。惜しかった。S に入れても全然おかしくはなかったんですけど、ちょっと、間にしました。で、そして S ですね。最後 S の、ランク、ヒーローのヤヤトゥーレ、そして同じくヒーロールシオ。で、そしてアイコンですね。ジダン、そしてデルピエロと、この4名を入れました。チーム1で、おそらく一番強い、選手たちになるんじゃないかなというふうに感じます。ヤトゥレに関してはもちろんワールドカップヒーローから、総合的にはプラス1ではあるんですけど、十分、強いような選手にはなりました。ワールドカップでも非常に脅威が、あったような、選手にはなるんですけど、さらにやはり強化をされて、強さっていうのはより増したかなというふうに感じます。個人的にね、役割意識、ミディミディっていうのは中盤の選手としては気になる部分では、もちろんあるんですけど、一番最初にヤヤトゥーレ、使った時に、全くそれを感じなかったので、ちょっと自分の中では数少ない役割式ミディミディだけど信頼が置けるような、選手にはなってます。44も変わらずっていう風なところで、能力自体が上がったっていうようなことだけではあるんですけど、それでも非常にやっぱヤヤトゥーレ自体の強さっていうのは、今作やってる方からすると、分かってるかなっていう風に思うので、そこが新しく、強化をされて、プラスアップグレードされたっていう風な感じの選手ですね。当たり前に自分は S かなという風に感じます。で、そしてルシオですね。ルシオに関してもワールドカップヒーローで十分な、選手で、世界大会ガチンコ試合の、試合では、ほとんどの、トッププロの、プレイヤーたちが、ルシオを使っているということで、ルシオと誰にするかっていう風なことで、非常にやっぱ強さっていうのは新しく追加をされたヒーローではあるんですけど、本当一気にトップレベル、トップクラスのセンターバックにはなったかなっていう風に、感じますね。ペースで置いていかれるっていう風なこともないですし、最後ギリギリのところで足を出すっていう風な、こと、シュートブロックの面でも、やはり非常に長けてるかなっていう風に思います。他のセンターバックよりも、本当にシュートブロックをしてくる、機会っていうのが、マジで多くて、これに関してはね、ちょっとなんでかわからないんですけど、それこそ相手にルシオいることも非常に多いですし、もう毎回シュートブロックされた時には、うわ、またルシオかよっていう風に思うことが今作本当に多いので、やっぱそういう固有の、守備の力っていうのはあるかなっていう風にも思いますし、で、かつそういう風な選手がね、ドリブルに関してもね、結構、軽いというかセンターバックの中では非常に持ちやすい方の選手ではあるので、ほんとビルドアップもできるような選手にはなってるかなっていう風には、思いますね。特に守備の部分が本当にプラスの要素すぎて、ちょっとエグいかなっていう風に感じます。この人もヤヤトゥーレ同様ですけど、能力が上がっただけという風な感じにはなるんですけど、当たり前にワールドカップヒーローでも強かった、
選手が、まあ、より強化をされて、まあ、当たり前にこの人も S かなというふうに感じます。でそして、ジダンですね、ジダン。まあ、ジダンに関しては、えぐいですね。まあ、えぐい。まあ、チームの中でも一番値段的には高い選手には、なってます。まあ、プライムの96から、プラス1という風な感じではあるんですけど、まあ、シュートに関しては変わってないですね。能力の変更はシュートに関しては変わってないという風なことで、まあ、イエさんも分かってます。もう上げるとこないぞっていう。上げるとこあらへんぞっていう風なことで、まあ、シュートに関してはそこまでこう変更はないという風なことですね。で、他がまあプラス1されてるのかな。そういう風な感じの選手にはなっていて、まあ、えぐいです。普通に、まあ、えぐいような感じになってます。特にね、ディフェンスの部分が大きく上がっていて、ディフェンスに関してプラス6ぐらい、されてるので、まあ、ほんと、えぐい。完全無欠。最強。最強の選手です。まあ、攻撃に関しては言わずもがな、55ですし、ドリブルに関してもね、まあ、軽さはね、そんなにないんですけど、それでも特段別に重くはないっていう風な感じですね。で、パスも上手くて、まあ、シュートもめちゃくちゃ決めてくれるし、っていう風な選手なんで、そういう風な選手が、まあ、ディフェンスも、まあ、よりできるようになったっていう風なことが、まあ、非常にやっぱ強さを感じる部分かなっていう風に、思いますね。まあ、ST で使ってもよし、キャムで使ってもよし、ボランチで使っても CM で使ってもよしかなという風に感じるので、まあ、個人的には本当にこの人も、まあ、最強からより最強になったような選手にはなるのかなというふうに感じます。で、そしてデルピエロですね。最後、デルピエロ。まあ、デルピに関しては、やはりもともとそこまでジュニアの時にも話はしたんですけど、そんなに使われるような選手ではなかったかなっていうふうに感じるんですけど、まあ、5-5になったことによって、まあ、スキルですね。スキルが5になったことによって、もともと逆足5だったところから、まあそこの5-5を手に入れたというふうなことが非常に自分の中ではプラスポイントかなっていうふうに思います。で、この人に関してシュート、非常にやっぱりうまさっていうのは ST の選手としてはうまさありますし、まあ、ロングシュートだったりとかも、非常に打つことが、できます。で、冷静さも、兼ね備えてますし、バランス値も、80まで、乗って、そこのバランスがね、ちょっとこう微妙やったっていう風な話はしたんですけど、そこが大きく改善をされているっていう風な、ことが非常にでかいかなという風に感じます。で、パスもね、めちゃくちゃうまいです。ST の選手とは思えない視野97。めちゃくちゃうまいです。なんで、そういう風なところでパスも出せるっていう風な感じの選手、にはなります。フィジカルに関してはそんなに強さっていうのはないかなっていう風には思うんですけど、まあその分、やっぱりこうスキルだったりとかで剥がしながら、まあペースもある程度89あるので全然遅くはないっていう風な感じの選手にはなります。で、この人に関してはね、やっぱこのバージョンに関しては、役割意識がね、ミディミディからハイミディに変わってるっていう風なところで、まあ非常にそこも嬉しいアップグレードの、ところかなっていう風に感じます。もう本当にジュニアの時、からね、大きく変わっていて、まあちょっとこう、別人レベルになってるかなっていう風には思うんですけど、バランス値のアップグレードとかもあって、まあ本当にかっこいい。こうイタリアが好きな人だったりとか、まあ、デルピ自身好きな人に関しては本当たまらないようなカード、にはなるのかなっていう風に感じます。感じで、これが新イベントトロフィータイタンチーム1のティアリストになります。まあ、2バージョンあるような選手に関してはですね、ラームは少し高いんですけど、まあ、デルピだったりとか、フェラントーレスのジュニアのバージョンは非常に安くて、まあ、安価で手に入れることできるので、そんなになんかコイン使えないよっていう風な人に関しても、まあこのレジェンド選手っていうのは、まあ使うことができるのかなっていうふうに思います。まあそれもちょっとこう2バージョンあるジュニアがあるような選手に関してはプラスポイントかなっていうふうには、まあ思いますね。まあまたミニリリース来るのかどうかはわからないんですけど、まあ全体版出せたら、出したいなというふうには思います。非常にやはり、まあ激アツな選手たちにはなってるかなというふうに感じます。それでは今回これで終わります。いいなと思ったら、チャンネル登録、高評価お願いします。それでは、バイバイ。